はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。リップル対 SEC 略式裁判結果について、ホーガン弁護士が動画を公開ということで、弁護士兼 YouTuber のですね、おなじみ、ジェレミー・ホーガンさんがですね、YouTube 動画の方をアップして共有の方をしてくださいました。で、Twitter の方でですね、このように投稿のしておりまして、新しい、最終的なビデオ、私がこの美しい略式判決をコメントなしでスルーするとは思わなかったですか？休み中でもということですので、休み中だったんですかね。でも、動画の方を上げましたよということで、そちらの動画はですね、こちらになります。Welcome back to the final legal briefs. ということで、YouTube の方ですね、動画の方を公開されましたので、僕の方で翻訳してですね、まとめましたので、こちらの方でですね、引用してですね、共有の方をしていきたいと思います。リップル対 SEC、XRP 保有者の皆様、おめでとうございます。ジェレミーとティエンブ・ホーガンより、そしてさようなら、昨日7月13日、裁判官が略式裁判の申し立てに対する判決を下したと。そして、このビデオから一つだけ受け取ってほしい。昨日私は XRP にとって、そしてリップルにとってもこの出来事は本当にいいことだと思った。しかし、カリフォルニアでのフライトでじっくりと検討した結果、私は昨日この裁判官が言ったことをさらに理解した。彼女は私よりもとても賢く、次の10分で私が話す前になぜ私が急ぐのかを話すよと。あまりこういうことはしないんだけど、最終的な命令が7月中旬に出る時期について、ツイッターで私が予測しなかったことは以下の通りだ。私は他にもいくつかのことを 1000% 間違えていて、裁判官はそれを正しく評価したと考えている。だからまずはそのことから始めよう。私はリップル社は購入者と何の義務も契約も結んでいなかったので、裁判官が XRP の販売はどれも証券ではないと裁定する可能性が高いと思っていた。しかし彼女はそのような判決を下さず、明確にその主張を否定した。しかしその主張を否定した直後、13ページを見て私は意表をつかれた。引用によると、裁判所は被告が投資契約として XRP を提供または販売した各事例において契約が存在したという被告の重要な第一条件に触れなかったと。私は彼女がこの議論を拒絶していると思った。しかし、その後彼女はどのような場合でも契約があったという事実に基づいてそれを否定していると。彼女は命令の中で次のように説明しています。彼女はリップル社が購入者と直接契約した販売や証券の販売はヘッジファンドのような機関投資家への販売であり、顧客はリップル社であり、合計で最大7億2800万ドル相当であったと認定しています。リップル社が XRP に投機的な価値を提案し、リップル社の起業家精神と経営努力から利益を得る可能性があることを機関投資家は理解していたはずだと。次に挙げられるのは主に取引所での個人購入者への販売であり、これらの販売は証券の販売ではないと判断しています。そしてその売上は証券の売上ではないとした。しかし私の心を揺さぶったのは、トーレス判事の頭の良さを目の当たりにした23ページのなぜそう判断したのかだ。裁判官は次のように述べています。プログラム販売の経済的な現実を考慮した結果、明らかな事実記録は合理的な利益の期待、ハウェイテストの第3要件が成立していないことを示していると結論付けていますと。プログラム販売っていうのはですね、二次流通販売みたいなもので、取引所がですね、販売するような形のものをですね、プログラム販売ということになります。で、機関投資家は、リップルが販売から得た資本を XRP エコシステムの改善及び XRP の価格の上昇に使用すると合理的に期待しましたが、プログラム的または取引所の購入者は同じことを合理的に期待することはできませんでしたと。確かに、リップルのプログラム販売はブラインド入札の取引であり、プログラム的な購入者は自分たちの支払ったお金がリップルまたは他の XRP の販売者に渡ったのかどうかを知ることはできませんでしたと。つまり取引所で購入している人はどこからね購入してどこで販売しているのかっていうのは理解することができないと。
したがってデジタル資産取引所から XRP を購入したほとんどの個人は、実際にはリップルに投資をしていなかったのですと。これは予期せぬ展開でした。誰もこれが起こるとは思わなかったでしょうと。私たちが XRP を購入する際、アップホールドで購入ボタンを押したとき、私たちは隣人から購入しているのか、それともアップホールドで XRP をリストしている、取引している人たちから購入しているのか正確には分かりませんでした。したがって私たちはリップルが XRP の価値を上げることを期待して購入したわけではありませんでした。しかし、なぜこれが賢い判決なのか簡単に説明しましょう。トーレス裁判官は一審裁判官であり、法律のすべての分野で控訴裁判所の監督下にありますが、一般的には事実の問題ではありません。これは私が2度目に読んで気づいた重要な違いです。もしトーレス裁判官がリップルと私たちが望んだ契約義務のテストに基づいて判決を下した場合、彼女は全ての販売が投資契約でないと判断しなければならず、これはこのような未確定な法律の真の問題に判決を下すことと合わせて、控訴裁判所によって覆される可能性のある判決を残してしまったでしょうと。したがって彼女は基本的には契約の要件を自分の意見まで後退させ、それをハワイテストに関連する実問題という形で提示することで、意思決定をより健康にし、より控訴の証拠にできるようにしたのですと。一審裁判官が未確定な法律分野で判決を下すことは、よく覆されることがありますと。つまり、そのような問題は上位の控訴裁判所によって決定されるべきであるとされているからですと。ですから、トーレス裁判官の判断は非常に賢いものであり、少なくともこの意見では、取引所での暗号通貨の販売は投資契約ではないことになります。これが私が指摘したい2つ目の重要な点であり、これはこのビデオを聞いている全ての個人にとってさらに重要です。それは二次流通販売での販売に関連しています。これはあなたとあなたの隣人の間で行われる XRP 販売のことです。なぜなら SEC はそのような販売が証券の指定を含むと考えていたからです。これが取引所が販売を停止した主な理由です。ただし、この問題は、この二次市場での XRP の販売については、裁判官には全く存在しなかったということです。言い換えると、彼女が直接それに判決を下すと、彼女は自分の権限を超えることになります。しかし、私はトーレス裁判官がアミカツブリーフを読んだ後、これアミカツブリーフっていうのは、リップル社とかをね、擁護する第三者からの意見陳述書になります。提出されたね。で、アミカツブリーフを読んだ後、二次市場販売について判決を下さないとすると、何十万人もの人々を一種の規制の曖昧地帯に置いてしまうことになると気づいたのだと思います。ですから彼女は裁判においてその問題に判決を下すことにしました。それは裁判の本質とは直接関係のない方法で回りくどく判決を下したという意味です。ただし、彼女がこれをやるために努力した唯一の理由は、あなたである XRP 保有者を助けるためだったのです。彼女がこれを行うためにわざわざ手を尽くす理由は他にはないのです。ここで彼女が初めて述べたのは以下のようなものです。15ページを参照。XRP というデジタルトークン自体は、投資契約のハウェイ要件を具備した契約取引や仕組みではありません。むしろ裁判所は被告の異なる取引や XRPの販売及び配布に関わるスキームを取り巻く状況の全体性を検証します。そして彼女はその分析を23ページで具体例として示し、次のように述べています。機関投資家は契約に基づいて直接リップルから XRP を購入したのはもちろんだが、経済的な現実はプログラム的な購入者は二次市場の購入者と同じ立場に立っていたことを示しています。二次市場の購入者は自分が誰から何にお金を支払っているのかを知ることができなかったのですと。これはほぼ完璧なディクタですと。これディクタというのは判例のない問題に関する裁判官の意見、のようです。で、私はいくつかの良いディクタを見たことがありますが、これはほぼ完璧です。XRP に関して言えば、これが、私が最後に指摘したいポイントです。最後になりましたが、彼女が私たち個人を非常に助けようとして、くれたのはなぜでしょうか。なぜ、単に LBRY の裁判官のように二次市場の問題を無視しなかったのでしょうか。その答えは2年前に言ったことにあると思います。
それを聞いてみましょうということで2年前を振り返ってね、2年前の私の発言を再生してください。最初に私が数週間前に言ったことを覚えておいてください。この裁判官はこの事件がリップル社や数百万ドルの会社の CEO に関するものだけでなく、数万人の XRP ホルダーに対する壊滅的な影響を与えることについても理解する必要があります。彼らは何年もの間 XRP の保有者であり続けており、中には自分の生活の貯金を文字通り XRP に投資している人もいます。もし、リップルが裁判官にそれを理解させることができれば、彼女はハベイテストを乗り越えて真実に迫る裁判官になると思います。私は自分を記載と呼ぶことが好きですので、XRP 保有者の個々の物語が裁判官の前に出る方法について考えました。リップルが XRP の所有者からの宣誓供述書を提出するのは少なくともまずいでしょう。したがって個々の保有者を訴訟に関与させるためには、完璧であり訴訟参加者であるとしての彼らの訴えに非常に説得力のある宣誓供述書を付け加えることができる訴訟弁護士、ジョン・ディートンさんですね、氏がすべての XRP 保有者を代表して略式判決の動議を提出し、彼らの物語を伝えることができます。そして彼らはリップルの行動に基づいて利益を期待していないこと、投資契約がないことを主張し、さらに重要なのは彼らがこの訴訟が彼らの XRP 保有にどのような影響を与えたか、失われたお金、取引の不能性などを裁判官に伝えることができるということです。彼らは SEC が何をしているのかについて世論を見せることができるのです。2年以上前の私が自分自身に言及しているのを見るのが面白いです。なぜ彼女がこれを行ったのかは重要だったので聞いてみましたと、自分にね。で、彼女がそれを行うことにした理由は、あなたと他のアミカスが彼女に何がかかっているのかを知らせたからです。ジョン・ディートン氏と7万5千人のあなたたちが関わって自分自身を救いました。他のアミカスも同様ですし、リップルの弁護士による最高水準の法的業務を軽視するつもりはありませんが、私はこの場においてアミカスの参加がなければ、この判決は異なる結果になったと確信しています。アミカスの参加なしでこの判決が下された場合、裁判官は二次市場の販売の問題を放置し、あなたを含む何十万人もの人々を状態の曖昧さの中に置いてしまうことになったでしょう。これはあなたたちのおかげです。まとめると、トーレス裁判官の判決は、リップルを7000万ドル以上の罰金にする一方で、約10億ドル以上の要求については完全に逃れさせ、資産の買い手は投資契約を締結した相手を認識する必要があると結論付け、デジタル資産の二次市場販売は証券の販売ではないと述べています。リップルは少し罰せられましたが、あなたと私は救われ、SEC の訴訟はデジタル資産と取引所の制御に関する大きな穴を開けることになります。これは最善の方法で、控訴の証拠としての決定を作るためのものですと。で、最初は 100% 理解できませんでしたが、今ではそれが天才的だと思います。最後に次に何が起こるのかという点について、まずは個々の被告人が自分たちの裁判を受けることになります。おそらく来年の初めになるでしょう。どちらの側もこの判決を控訴することができますが、それは中間控訴の要求となり、それらは非常に稀に認められるものです。代わりに控訴はおそらく裁判の後に行われるでしょう。裁判は2024年、早くても2024年初めに行われるでしょうし、控訴はもちろん時間がかかります。したがって、この判決はおそらく2025年までしっかりとしたものになるでしょうと。それは長い時間です。多くのことが起こる可能性があります。そしておめでとうございます。この判決を読んだ時にあなたのためにどれだけ幸せだったかを伝えられません。なぜならあなたは今、規制上の明確さを持つ唯一の主要なデジタル資産の所有者です。さようなら。そしてサポートありがとうございました。旅の過程ではなく途中でできた友達が大切です。購読してください。長い間ありがとう。あなたなしで分からなかったということでですね、YouTube の方で、共有の方してくださいました。だからね、ポイントとしては、トーレス裁判官がもうね、法律の根底から覆すようなね、大枠のところについては言及しないで、自分の、見解をね、介して、一部をね、共有したと。で、それによって、控訴の証拠を作ったと。だから控訴された時にそれがね、また活用されるのではないかっていう可能性がね、あるということで、解説をされてました。結構難しい内容になるんですけども、全体的にはね、リップルにとっては、
非常に有効的な勝利になったかなという感じでまとめられております。ということで、一旦はですね、略式判決の方、一段落ということで、今後は控訴、上訴に、するかどうか、上訴された場合はどのように展開されていくのかっていうのは、まだですね、結構日がかかる話になるかと思いますが、また、リップルに関してはですね、いろいろ略式判決以外にも、プロジェクトとして、海外の方でも活躍してたりですね、いろいろ展開がありますので、僕の方ではまた引き続きね、リップルの方を追ってですね、裁判含め、市場にまたですね、反映されるような情報の方ありましたら、またですね、随時、動画の方ですね、共有の方をしていきたいと思います。はい、ということで、僕の方で今ですね、リップル関連、SEC 関連、フレア、ソルジェニック、コアリウム、ステーク X、イノシスですね、などなど、毎日ですね、海外から情報の方を精査してまとめてですね、動画の方も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければ幸いです。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることとわからないこととですね、あとは仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、そちらからご連絡いただきましたらすぐにご対応させていただきますので、よかったらよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安さん流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。